皆さんこんにちは。開運料理人のちこです。私のチャンネルでは開運料理をお届けしています。今日はご家庭でできる夏野菜を使った開運料理をお届けします。今日の料理のポイントは、そうめんを使いました。そうめんは細く長く幸せがね続きますようにという見立てて食べる食材ということで、おせち料理もそうなんですけど、とにかくどのように見立てるかっていうことがすごく大事です。そのことについては、私のこの動画を、見てください。そして、他には梅干しを使っています。梅干しは太陽の光をたくさん浴びて、干して作られているものなので、太陽のエネルギーもたくさん浴びていて、クエン酸もたくさん豊富に入っているものなので、夏を乗り越えるのにもいい食材です。旬の食材は、地域で出回っていやすいのと、とても手に入れやすい価格でたくさん出ているので、栄養価も豊富ですので取り入れていただくといいと思います。それではどうぞ。じゃあ今日は、開運するそうめんの作り方をやりたいと思います。はい、じゃあ今日は、ナスを使った、そうめんにしようと思っているんですけど、薬味でみょうがと大葉使うので、食材先に全部使うもの洗いたいと思います。洗い終わった後にこの時にもちょっと食材が元気になってるっていうのをよく見ておいてください。これ利尻昆布をお水の中に入れていきます。で一晩これをこのまま水につけた状態で冷蔵庫に入れて、一晩水出しして使うこともすぐにお出汁が取れるのでおすすめなんですけど、前日にそういう準備をしてなくってもすぐに出汁を取れば大丈夫なので、はい、いいと思います。いきます。でさっき洗った大葉たっぷりめに用意してます。で洗ったのをペーパーで挟んでちょっとこのまま、はい、軽くね、あんまり水を切りすぎると切った後にすごい乾燥してくるのでパサパサするというか、軽く水気が両面取れていたら OK。 逆にしなすぎてもちょっとべちゃってなっちゃうのでこれぐらいでいいですね。でできるだけ無駄が出ないようにこういうところをカットしちゃうとこっち側がねちょっと使えるのも切り落としちゃうことになるので、できるだけヘタ側の方を落として、でここの部分はちょっと取ってしまえば食べれますから。軸の部分をまとめて切るので揃えて、ね、落とす。こういう風に細く切っていくっていうこともできるけれども、もうまとめて何枚かまとめて、で幅を狭くした方が安定して同じ幅で切れるので、くるっと巻いて、切りやすいので、使ったら包丁拭く。でまな板も拭く。まな板は同じ、例えば野菜同士とか匂いが移らないものだったら、専用で何か用意してそれで拭き上げてからそのまま切るで大丈夫だと思います。例えば生のもの、魚とかお肉とかって言ったらもう、危険なのでもちろん変えた方がいいですし、野菜でも例えばニンニクとか匂いが強いものを切った後に匂いがしないものにまたそのニンニクの香りつけたくないものに同じように使ってしまうと匂いが移ってしまうので、とにかく料理する時は匂いが、香りがどういう香りになるかってことをイメージして作る必要があるので、移りたくないものは洗う。大丈夫、拭くだけで大丈夫かなっていうものは拭いて洗っていった方がスムーズに仕事ができますね。はい、でだいたい10分ぐらいさらしたおナスねを揚げます。でこの後少し油で焼き上げる感じにするので、ペーパーで表面のね水気をちょっとしっかりめにギュッと押さえて取っておきます。でさっきは透明だった
水が少しこうね、黄色みがかってるっていうんですかね、黄金に近くなるというか、これカツオ入れるともっと黄金色になります。少しね温度を上げておいてからカツオをさっと入れて、カツオを入れてからは混ぜない。ぐちゃぐちゃするとだしが濁るので、だしとかスープっていうのは濁らないように、そういう濁る料理を作るんだったら別ですけど、こうね、今日はナスを揚げるように焼いて、その後おだしの中に入れてそうめんのだしつゆを作るので、できるだけ濁らないようにするために、混ぜません。はい、ウルメとカツオを混ぜた混合です。混ざってる混合でもいいし、そのまま上平っていうカツオ節だけでも全然大丈夫です。私はこうブレンドしてるものを使うことがありますね。はい。でこの段階で入れます。火を止めて、カツオが自然とこうね出汁が出るのを待ちます。自然とこう下がってきてますよね。鰹節が水分が入って旨味が出ていってるっていう時間です。これをあとはこします。ずーっとやってるとね、それはそれでちょっと鰹が濃くなってしまったりとか、えぐみも出てきたりとか多少するので、だいたいこう落ちてきたタイミングで引き上げます。美味しいですね。使う材料は、砂糖と醤油とみりん。醤油はたまり醤油と今薄口醤油を2種類使ってるんですけど、ブレンドした方がちょっと立体感が出るのでブレンドして使ってますね。こう味が一つの調味料よりもなんかこう何方向からか同じような要素のものがあった方がこう立体的になっていくので、ブレンドして使ってます。例えばなんかいい醤油があるんだったら別にそれを半分ずつ使ってもいいだろうし、あとはこんな感じで少しだけ味を引き締めるためにお塩、天然塩を入れます。でお塩は一番もう種類多く私も使ってるんですけど、何種類かブレンドしてます。今からナスを焼いて、このさっきのだしに入れていきます。ごま油で今日はいきます。素材を使うときにキパワソルト少しお塩をして食材のパワーを高めておきます。食材ってこう元々の姿、これだと土から根を生やしてナスがこう実っていってる姿からこう切り落としてここに来るまでの間で、今こう調理してる間っていうのはこうね、やっぱり生命力が下がった状態に本来なっていくので、こう上げていくっていうイメージをして料理をしていく。野菜を洗う時も、そのナスがこっちに来て今から料理するっていうことを歓迎するような気持ちで洗ったり、こう切った後も塩をねこうちょっとやるっていう下味少しつけるとか、そういう時に元気になるっていうイメージをしてから使ってます。はい。すごいナスは吸うんですよね。なんで水物とか油とかもそうですけど、吸いながら、調理する感じになるんで、気持ち多めに油を使ってその方が美味しいですね。
騰してないと何か固形物入れたら温度が下がっちゃうので、基本的にはもう熱々の状態にしておいて、でそこから入れる。で大体そうめんは1分から2分ぐらい。今日はじゃん、リニアの梅干し寿を入れます。去年漬けた梅があります。これをちょっと入れて酸味がある感じに仕上げます。まあ3粒ぐらいかな。まあ、はい。これね潰して入れるとまただしが濁っちゃうんですよ。バーッともろもろと果汁が出て果実がね、その梅がバーッと出てくるのでもろもろになるので、とにかくだしを濁さないというかぐちゃぐちゃにしないっていうのが大事ですね。美しいのでその方が。ここから少しこうね火にかけていって、で味見をして整えたら OK です。温かいおつゆで食べてもいいですし、冷たいおつゆで食べたかったらこれを冷やして、もしくは一晩前に作っておいたものを翌日食べても OK です。はい、できました。盛り付けのポイントは、立体的に、こう山になるようにそうめんとか、こういった薬味とかもね盛り付けると美味しそうに見えるのと、実際に食べやすい、取りやすいので、干して取りやすいのでそのように盛るのがおすすめです。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はそうめんと夏野菜のなす、梅干しを使った、開運料理をお届けしました。この料理を食べるポイントは食材の一つ一つですね。この料理の一つ一つを光だと見立てて、光だと感じて食べることです。そうすることで自分の体の中にたくさんの、光がね、自然の恵みも含めて入ってくる、そういうイメージをすることでよりより、開運する体になっていくと思います。ということで、皆様の毎日に福が舞い込みますように。開運料理人のチコでした。